Hey DJ かませ名人戦ということでね、名人戦第4局の佐藤天彦八段対羽生善治名人の一戦を並べていきたいと思います。後手の羽生名人側を持って並べていきます。先手7六歩と8四歩2六歩といい飛車ですね。3二金、角換わりの出だしでしょうかね。7八金で、ここで3四歩と変化しまして、横歩取りを目指しましたかね。2五歩8五歩、横歩取りは佐藤挑戦者の方が大得意にしている戦法なので、相手の得意戦法で倒そうという感じで、同歩同飛車と横歩取りになりましたね。で、横歩取り8四飛車戦法ですね。これはここ5年ぐらいもっとですかね、ずっと流行っている戦型で、8四飛車5二玉の陣形が非常に多いですね。で、5八玉は昔ながらの中住まいの陣形ですね。ここは先手としても6八玉とか4八銀とかもいろいろ指されている局面ですけど、今回は5八玉でですね、一番自然な指し方と言えますね、中住まいは。で、3八金も自然で、端歩をつきましたね。銀上がって、でこちらの端歩をつくという複雑な駒組みですね。後手は端歩を1個ずつつくという形で7七角、この角はそうですね、角交換された時に同桂といい形で取れるようにという手ですね。で2三銀で3六歩とつきましたね。横歩取りはこの先手が3六歩とそういった局面で戦いが起こることが結構多いですね。というのもほっとくと3五歩と伸ばされていい形になりますし、3七桂もありますしね。先手がやりたいようにできると、次3五歩とつくと飛車の横利きも通って、こちらも守れるようになるんで、この瞬間横利きが止まっているので後手は動くチャンスということになりますね。で3六歩に2四飛車とぶつけましたね。飛車交換をしましょうと。交換する手もあるんでしょうけど、本譜は2五歩と打ちました。で7四飛車で、7六歩を取りを目指してますで、3五歩と、この歩突きが味いいですね。3五歩と、歩を進めながら7六歩を守って一石二鳥の一手ですね。で6二玉と囲いましたね。で桂飛んで、4四歩と止めましたね。これは桂を飛ぶ筋を消しているということですけど、単に引いたりするといきなり飛ぶ手とかも気になるんで、4四歩は手堅い一着ですね。で6八銀で7一玉と、で先手も囲いに行きましたね。中住まいからリフォームという感じですけど、後手陣は美濃囲いですけども、金銀2枚の囲いなのでそこまで堅いとは言えませんね。で6九玉に9五歩と端を取りました。で玉を囲いに行きますね。8二玉で5九銀と右の銀を、囲いの駒として使うというのが近年現れた手法という感じですね。これで先手陣は金銀3枚の囲いで、後手は金銀2枚なので先手の方がやや硬いというところですね。で8三銀と上部に手厚くいこうと銀冠を目指しました。1六歩7二金と、8六歩からそうですね、次8五歩と、銀冠の弱点である銀頭を目指しましたね。で9四銀と歩取りに行きましたか。9四銀とか上がるともうこの辺で
戦いになりそうで、ちょっとこの2三銀3二金あたりが遊んでしまいそうなので、その辺が怖いところですけど、ここは何もしないとこの位が大きくて、そうですね、将来戦いきれないという感じで、取りに行きまして、8六角と出ましたね。これは5三角成を狙っていますね。で、4三金と守って、この金を使えるので味がいい手ではありますね。で、7七桂と、これでぴったり8五の歩が受かりました。で、3二銀とひたすら駒を使っていきますね。で、2四歩に2二歩。で、7五角と。で、8三銀。9四にいても8五が守られてるので、立て直してと。で、6六歩。で、9四飛車と、端飛車ですか。で、6五歩。4二角と引きましたね。これは、そうですね、端を狙ってますかね。将来角がどいた時にこうついて、端に利かしているんで、飛車もここにいますし、将来端攻めを狙おうという感じで、4二角。で、8七金と、そうですね、この辺を手厚く守りましたね。で、5四飛車ですか。これは難しいですね。端を受けてもらったんで、今度は中央からという感じでしょうかね。5四飛車。で、6六角と。6四歩と。角の頭を狙って、6四歩。で、8四歩。7四。この8四の歩は大きいですね。ここにいるだけで脅威となりますので、6四歩。同飛車。5。で、6一飛車と。7五歩、6三銀と。位がどんどん取れていって気持ちいいですね。4六歩と。次4五歩から角のラインで攻める手を目指しましたかね。で、5四歩。4五歩。で、5五歩と手筋の受けですね。同角だと5四金とかが当たってくるので、本譜は4七金と駒を活用していきますね。はい。で、5四銀。で、5六歩。先手は非常に伸び伸びとした指し回しですね。で、6四歩と打ちました。同歩。5歩。で、5五角と勢いよくいきますね。で、同銀同歩で。先手駒損にはなりますけど、8四と6四の歩が垂れてて、次に飛車の横が通ったんで、8六飛車と回れるのも非常に大きなところですね。6四飛車。で、8六飛車と回って、8三歩と。次8三銀打ちが非常に厳しいんで受けますね。で、歩なって、で、いきなり7一銀と捨て駒ですね。取ると8三飛車成で受けにくいんで、7二玉ですね。で、6三歩と、これは手筋ですね。同飛車。で、いきなりバサッと8三飛車成と切りまして、で、8二金と打って、一気に寄せに行きましたね。9三玉。8四歩と垂らして、同玉に、8六金と。小駒だけの攻めですけど、裸の王様なので、かなり厳しいところです。で、8八歩と嫌味をつけていきましたね。で、8五歩。
ここは8五金も見えるとこですけどね、引いて8四歩のような手順で、これは結構攻めとしては迫力ありますけど、ここで8九歩成から、なんかこの8五の金を抜く筋になりますね。同玉だと8七の下から、金を取って同桂に8四玉という手順になって、そうなると後手も結構助かるかもしれないので、8五金は出ずに歩を押さえて、で9三玉に9五金と、金が抜かれないように気をつけている感じですね。これは次に8四金の一手詰めがあるんで、一回歩成りましたか。歩成って同玉で6四飛車と飛車で受けました。で8四歩と伸ばして王手とでおりまして、8四飛車寄りと2枚飛車で受けるという珍しい格好ですね。で同金で8三飛車とで一気に寄せに行きましたね。で飛車打って9三玉として8一飛車成とで8六歩、もういきなり詰んでもおかしくないような形ですけどね、詰みはないですかねまだ。で9一竜とで、本譜8四玉ですけど、9二歩ですと、8二竜で9四玉で竜引いて最後頭強で詰みですね。で9二金とすれば8二竜は同金で取れますからないですが、この場合は8一竜と寄っておくぐらいで、後手陣は受けが難しいところですね。次は9六香9四歩8五桂までの詰めろがあるんで、本譜は合駒せずに上がりましたけども、7六桂と王手して7五玉に9五竜で、ここで投了となりまして佐藤挑戦者の勝ちとなりましたね。はい、これは桂馬取ると6五竜と取って8七玉に8八香で詰みとなりますね。ここ歩を打つと打ち歩詰めですので香車で詰みと。で6六玉も6五竜で詰みと、桂馬がよく効いていますね。で7四玉だと6五竜、これでも6五竜ですね。8三玉に8四香と打って、端に9三に行きますと9五竜から合駒に8五桂として詰みで、9四玉でも8五竜と1回王手して引いて香成までですね。これで下に引いても8二香成で、竜が効いているので詰みということですね。ということで9五竜と引かれた局面で投了となりましたね。いやこの将棋は非常にちょっと後手の2枚の金銀がずっと遊んで悩まされた格好になりましたね。先手の佐藤挑戦者の方が非常に伸び伸びとした指し回しで、快勝という感じでしたね。これで名人戦は、佐藤挑戦者の3勝1敗となりまして、あと1勝というところですけどもね、どうなりますかね。それではどうもありがとうございました。